はい、今回はこんな感じのフラクタルノイズを使った文字のアニメーションの作り方をご紹介していきます。こちらはキングアーサーという映画の CM の1カットをモチーフにしているのですが、実際は背景は、雪山の写真なんかのテクスチャーですねを使った方がそれっぽくなるのですが、今回はあえて背景の部分もフラクタルノイズで作っていこうと思います。では実際に作業を行っていきます。まず背景のコンポジションを作成します。コンポジション新規 BG01 としてフル HD の3秒のコンポジションを作成します。そして新規平面フラクタルノイズ 01 FN01 としてフラクタルノイズ用の黒い背景を作成します。この平面にエフェクトノイズ&グレンフラクタルノイズを適用します。若干調整します。コントラストを上げて明るさをちょっと落とす。そして新規平面でグレーの平面を背景として作成します。 BG01 これをフラクタルノイズの下に配置し、フラクタルノイズを描画モードスクリーンにします。するとこんな感じでグレーのモヤモヤした背景ができました。では続けてアニメーション用のコンポジションを作っていきます。コンポジション新規カット01として同じく3秒のコンポジションを作成します。ここに BG01 を配置。次にこの背景に陰影をつけていきます。エフェクトスタイライズ CC グラスを適用します。サーフェイスからソフトネスを0、そしてさらに調整していきます。これでザラザラの背景ができました。でこのままではちょっと均一すぎるので、先ほどの BG に戻ってこのフラクタルノイズをコントロール D で複製します。そして一つを形を変えていきます。トランスフォームで大きくしてコントラストを上げて暗く、ちょっとムラを作る感じですね。これを元のレイヤーに重ねます。こうすることで少しムラを作ることができます。こんな感じですね。そしてさらに調整します。こんな感じとしておきます。これで背景ができましたので、次にテキストを配置していきます。文字ツールを選択し、文字を入力します。動画のサイズは小さくしておきます。文字のバランスを整えていきます。オルトキーを押しながら矢印キー左右ですね。で文字の間隔を整えていきます。こんな感じとしておきます。S を押してスケールで大きさを調整。次にこの文字に質感を作っていきます。文字レイヤーを選択し、エフェクト、ノイズ&グレン、フラクタルノイズ、
ここでもフラクタルノイズを適用していきます。コントラストを上げて、明るさを暗く。バラな感じですね。スケールで大きさを調整。こんな感じとしておきます。これで文字の質感ができましたので、この文字はプリコンポーズして新しいコンポジションに入れておきます。文字レイヤーを選択し、レイヤー、プリコンポーズ、テキスト01としておきます。すべての属性を新規コンポジションに移動。今のエフェクトごとプリコンポーズします。こんな感じですね。これがプリコンポーズしたレイヤーです。さらにこれにエフェクトを適用していきます。まず、遠近、レベルアルファを適用します。ライトの強さを上げて、縁取りを調整していきます。こんな感じで少し立体的な感じにします。次にエフェクト、描画、CC ライトスイープを適用します。ライトカラーをオレンジに設定して、少し光沢を作る感じですね。エッジは0にしておきます。これぐらいとしておきます。さらに、エフェクト、遠近、ドロップシャドウを適用します。距離を離して、位置を調整し、柔らかくします。こんな感じですね。これで文字の質感が完成しました。では次に続けて雪を降らしていきます。新規、平面で黒い平面を作成します。スノー01として黒い平面を作成します。この平面にエフェクト、シミュレーション、CC スノーフォールを適用します。描画モード、スクリーン。わかりにくいので、まず雪のサイズを大きくします。少し動きが見えますね。加算の方がいいか。描画モード加算にするとこんな感じとなります。次にスピードを上げます。スピードの数値を上げて、落ちるスピードを速く。さらに風も吹かせます。風の数値を上げて右に流れていくように。もう少し両方上げます。次に量を調整します。もう少しスピードと風を強くします。こんな感じですね。そしてこの今上から降ってきている雪は下から上に舞い上げられていくような表現にしたいので、レイヤー S を押してスケール、リンクを解除して、この縦のスケールですね。この数値をマイナスにして反転させます。すると、下から上に舞い上がっていくような感じですね。となります。ちょっと上に行くのが強すぎるのでスピードを落とします。こんな感じですね。
さらに風と粉雪のような表現を作っていきます。FN01 の平面をここにも配置し、エフェクト、ノイズ&グレン、フラクタルノイズをまた適用します。調整していきます。コントラストを上げて、明るさを落とす。トランスフォームでスケールを大きく。そして乱気流のオフセットにキーフレームを設定し、これも右の上に流れていくように設定します。ちょっと早いですね。少し左に戻して、もう少し上に移動するように。こんな感じですね。さらに、展開にもキーフレームを打ちます。3秒後に250ぐらいですかね。こんな感じですね。これをスクリーンで重ねます。するとこんな感じで大粒の雪と一緒に風、粉雪が流れていくような表現となります。これで基本的なシーンの設定はできましたので、次にカメラでアニメーションをつけていきます。新規。カメラを作成します。さらに新規。ヌルオブジェクトを作成。ヌルオブジェクトに 3D レイヤーのチェックを入れます。カメラの親にヌルオブジェクトを設定。設定したすべてのレイヤーを 3D レイヤーに設定します。まず文字の位置ですね。P を少し前にするためにマイナス1000。で S を押してスケールを調整。同じくその手前に表示させる雪も手前マイナス、文字より前に持っていきたいので1100。フラクタルノイズも1をマイナス1100。これで立体感のある配置となりました。これにカメラのアニメーションをつけていきます。P を押して1にキーフレームを設定。今これが決め位置ぐらいですので、この位置を最後のキーフレームとしておきます。そして少し手前から来る感じですね。こんな感じですね。さらに R を押して回転も加えます。最後の時に水平になる感じで、最初の時間では少し傾ける。重いので少し画質を落とします。こんな感じとなります。では背景の切れている部分を次足していきます。B 字のレイヤーを選択し、エフェクト、スタイライズ、モーションタイルを適用します。出力の高さを伸ばして、幅も伸ばします。この状態でミラーエッジにチェックを入れます。するとこんな感じですね。次にライトを設定していきます。新規、ライト。まずアンビエントを配置します。
強度 50%。さらにもう一つライト。次はポイントを配置します。同じく強度 50%。調整していきます。強度を上げます。アンビエントを少し上げます。位置を調整します。こんな感じですね。これで基本的なアニメーションが完成しました。あとはもう一つ平面、黒い平面を配置し、長方形のマスクですねを反転させて配置すると、CM のようなこんな感じとなります。さらに近づけていくとグリッチの表現ですね。新規調整レイヤーを配置します。エフェクト、スタイライズ、モーションタイルを設定します。ちょっと進めたあたりに移動してタイルの中心にキーフレームを打ちます。U を押してキーフレームを表示。少し進めて位置を移動。黒いフレームの下に調整レイヤーを置いておく必要がありますね。さらに少し進めて移動。そして最初のキーフレームをコピー、コントロール C、コントロール V で貼り付け、動きが遅いのでキーフレームをオルトを押しながら一番後ろのキーフレームをドラッグして縮めます。こんな感じですね。このモーションタイルにもミラーエッジのチェックを入れておきます。さらにエフェクト、ブラー、ガウス、エッジピクセルを繰り返すにチェックを入れ、ブラーを強くします。こんな感じですね。最後のところで、このキーフレームの最後ですね、のところでコントロールシフト D を押して、後ろを削除しておきます。さらに新規調整レイヤーを作成します。フレームの下に配置し、今の動きのさらに下ですね、に配置します。スタート位置を合わせます。これにエフェクト、チャンネル、反転を適用します。そして2コマ進めて、コントロールシフト D で、後ろをデリート。こうすると一瞬だけ反転するような表現ですね。2フレームだけ反転。これで完成です。こんな感じで様々な味付け要素としてフラクタルノイズを使っていくことができます。パラメータをいじっていくとまた違った表現ができますので、いろいろ触って遊んでみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。